忠臣蔵外伝赤垣源三とっくりの別れ。塩山伊左衛門は淡路守の家臣で、奥さんと二人で江戸に住んでいました。元禄14年、赤穂藩がお取り潰しになりました。それで赤穂の侍だった弟赤垣源三が江戸へ来て、伊左衛門の家で居候を始めました。赤穂藩のお取り潰しは誰が見ても不公平なものでした。それで人々は旧赤穂藩士がその原因を作った吉良に仇討ちをするべきだと思っていました。伊左衛門とその妻も源三をかわいそうに思ってしばらく何も言いませんでした。しかし源三は新しい仕事も探しません。剣術の練習もしません。兄に金を借りて毎日酒を飲んで遊び歩いています。吉良に仇討ちなど少しも考えていないようでした。兄夫婦はだんだん不愉快になりました。ある日、源三は伊左衛門の金で新しい着物を買いました。それを見た奥さんが怒って、とうとう源三を家から追い出してしまいました。翌元禄15年12月。その日は朝から雨が降っていましたが、午後には雪になりました。伊左衛門の家に久しぶりに源三が来ました。源三は手土産に酒が入ったとっくりを持っていました。竹、兄さんはいるか？明日から遠くへ行くから出発前の挨拶に来た。竹は伊左衛門の家でずっと働いているお手伝いさんです。まあ、お久しぶりです、源三様。あいにく旦那様は淡路守様のお屋敷です。以後の相手をしなければならないとか。そうか。この雪だから家にいると思ったが、仕方がない。兄さんが帰るまで家の中で待っていてもいいか？そうですね。奥様に聞いてみます。竹が伊左衛門の奥さんに知らせると、奥さんは嫌な顔をしました。私は気分が悪い。竹、あなたが相手をしてちょうだい。それで竹は源三に言いました。中で待っていてもいいですが、奥様は体の調子が悪くて。そうか。そんな時に来て悪かったね。静かにしているよ。源三は兄の部屋に入って帰りを待ちました。夜になって雪が止みました。しかし、伊左衛門はまだ戻りません。部屋には伊左衛門の着物がありました。竹。はい、源三様。おちょこを2つ、いや、湯飲みを2つ持ってきてくれないか。竹は変だと思いました。しかし、湯飲みを2つ持ってきて源三に渡しました。源三は2つの湯飲みに酒を注いで、1つを兄の着物の前に、もう1つを自分の前に置きました。今夜はよく降りますね、兄さん。私が赤穂の赤垣に養子に出た日も雪が降っていた。私はよく考えるんです。ずっと塩山の家族と暮らしていたら、どんな人生だったか。兄さんは昔から勉強がよくできた。
だから私は勉強では勝てないと思って剣術を頑張ったんです。兄さんが誇れる弟になりたかった。でも今日までこうして迷惑をかけてしまった。どうか許してください。さあ、兄さん、飲んでください。源三は兄の着物に語りかけながら一人で酒を飲みました。竹がそれを見て笑いました。嫌ですよ、源三様。どうして一人で話して一人で飲んでいるんですか？旦那様と一緒に飲むんでしょ？もう少し待ってください。源三も笑いました。ん？おかしいな。酒が減っている。竹が飲んだのか？もう、源三様が自分で飲んだんでしょ？旦那様が帰る前に酔っ払わないでくださいよ。わかったわかった。伊左衛門は真夜中になっても帰りませんでした。源三は兄の着物に語り続けました。いろいろな思い出話をして最近のことも話しました。ひとしきり話して終わると、ちゃんと座って両手をついて兄の着物に向かって深く頭を下げました。兄さん、最後に一目会いたかったが、もう時間がない。立派な兄を持って、私は幸せでした。どうかいつまでもお元気で、姉さんと一緒に幸せに暮らしてください。今まで本当にありがとうございました。小さい声でそう言うと、源三は立ち上がりました。竹、私は夜明け前に出発するから、もう帰らなければならない。兄さんによろしく伝えてくれ。わかりました。今まで世話になったな、竹。姉さんが私を嫌っていることは知っている。それでも竹は私に優しくしてくれた。嬉しかったよ。ありがとう。いいえ、こちらこそ。源三様もお元気で。源三は微笑んで夜の雪道を一人帰っていきました。明け方近くになって伊左衛門が家に帰りました。すっかり遅くなった。留守中誰も来なかったか？ええ、誰も。奥さんが答えましたから、竹が慌てて言いました。夕方、源三様が来ました。旦那様と一緒にお酒をと。ついさっき、七つ時まで待っていましたが。源三が？久しぶりだな。ちょうどさっき、淡路守様が源三の話をしていた。旧赤穂藩士の剣豪といえば、堀部安兵衛と赤垣源三だ、とな。あれは私の弟だと自慢したかったよ。源三は元気だったか？また金を借りに来たか？伊左衛門は上機嫌で言いました。竹は源三が伊左衛門の着物に語りかけながら一人で酒を飲んでいたことを話しました。一人で？お前、相手をしなかったのか？伊左衛門が奥さんに言うと、奥さんは嫌な顔をしました。私は体の調子が悪かったんです。お前は源三が来るといつも病気になる。そんなに嫌いか？まあいい。しかし、私の着物に語りかけながら酒を飲んでいたとは変だな。何かあったか？遠くへ行くと言っていました。夜明け前に出発するとか。竹が言うと、伊左衛門は喜びました。
やっと次の仕官先を決めたか。それはよかった。いつまでも仇討ちもしない、仕官もしないじゃ、侍として情けないからな。わあ、寒い。竹、早く床の準備をしてくれ。はい、旦那様。それからすぐにみんな床に着きました。夜が明けてから急に外が騒がしくなりました。大変だ、大変だ。赤穂の浪人がキラの屋敷に討ち入った。とうとう仇討ちを果たした。誰かが大きい声で言いました。寝ていた伊左衛門は急いで起きました。赤穂の浪人が討ち入り、まさか源蔵。竹、ちょっと様子を見てきてくれ。竹が急いで泉岳寺の近くまで行って様子を見てきました。旦那様、源蔵様も討ち入りに参加していました。確かか。はい、この目で見ました。そうか。遠くへ行くとは、このことだったのか。赤垣源蔵は、他の義士たちと一緒に幕府に捕らえられて、切腹を命じられました。享年35歳でした。伊左衛門は部屋に入ると、自分の着物の前に座って、2つの湯飲みに酒を注ぎました。そして、その一つを弟が座っていたところに置きました。見事に私を騙してくれたな、源蔵。お前の気持ちも知らないで、叱って悪かった。お前は立派に武士の本懐を遂げた。誇りに思う。外ではまた雪が降り始めていました。